してもいっぱい秘め込んだ成田の空を見上げれば始まるよポッキャストーリー。窓の向こうに広がる気体が胸で弾けてるエジプト国を実って憧れの国へ一直線。ガイドブックで見た景色本当に会えるのかな。ピラミッドもスフィンクスも。皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2026年5月30日土曜日でエジプト観光最終日になります。こちらが朝食会場ですが、目の前には大きなピラミッドがよく見えます。ピラミッドを見上げながらいただく朝食は格別です。本当に贅沢な眺めを前にお友達と楽しく朝食をいただきます。ピラミッドがあまりにも近く見えていたので、お友達は演出用のモニュメントかと思ってたなんて言って2人で大笑いしました。最初に訪れたのはパピルス展です。今ご覧いただいているのが本物のパピルスです。この茎の部分を使って叩いたり棍棒で伸ばしたり、また水につけたりしながら、交差するように並べて紙を作ります。これが紙ですね。その紙の上にエジプトならではの絵が描かれていますが、中には照明を消すと別の絵が浮かび上がるような工夫がされているものもあり、びっくりしました。ここからピラミッド観光が始まります。まずは模型で簡単に説明を受け、ピラミッドを見ながら移動します。最初に訪れたのはスフィンクスです。皆様ご存知のライオンの体と人間の顔を持った神聖な存在です。想像していたよりも大きくて大迫力です。前足に抱えられるように石碑が立っています。王子だった頃のトトメス4世が狩りで疲れてうたた寝をしていた時に、夢にスフィンクスが現れて、砂に埋まった自分を掘り出せばあなたは王になるだろうというお告げを聞いたという内容がこの石碑には書かれているそうです。スフィンクスの周りを一周してみます。こちらは大きな後ろ足です。背中の部分はちょっと壊れていて残念ですね。こちらは丸みのあるお尻部分です。スフィンクスのお尻はなかなかのレアだと思います。いかがですか？そしてここから長い尻尾が続きます。大きな体なので尻尾もとっても長いですね。お顔以外のお姿はなかなか拝見する機会がなかったので、貴重な経験ができました。通常の方はこちらからスフィンクスを眺めています。私たちは別料金で
予約して足元へ入れたので、しっかりとスフィンクスを堪能できました。こちらがクフ王のピラミッドです。皆様ご存知のように最大級のピラミッドです。約4500年前に建設されて以来、何度も地震に襲われても大きな損傷がない耐震構造というのも驚きです。早速中に入ります。最初はご覧のように普通に歩けていましたが、だんだん狭くなり、腰をかがめて移動します。こんな感じですね。撮影で持ち込めるのは携帯電話だけで、自撮り棒などは禁止と言われたので、移動しながら撮影するのは皆さん大変そうです。このように暗い部分があったり、傾斜がきつい上りが続きます。そしてご覧いただいているこちらの狭く低い場所を通過するのが最後の難関です。膝の悪い私にとってはここが一番大変でした。玄室到着です。古代エジプトでは地下に作られている玄室がなぜこんなに高い位置に作られたのか不思議ですし、何より王家の谷のように綺麗なレリーフや壁画もなく、ちょっと寂しい感じを受けます。今私が通ってきた経路を使ってこの石棺をこの位置まで上げたなんて尋常な体力ではありませんね。私は上がるだけで汗びっしょりです。来た道を戻ります。この低さわかりますか？すごい暑いです。汗だくだく。暑い。すごい暑いです。暑い。小心小心，你低一点，你再摸。你这是还受伤了。頭が痛い。やっと出口です。暑い。この汗、滝のような汗です。今ピラミッドから出てきました。汗だくです。これから降ります。手すりがないので、結構足の悪い人には酷な歩道になってるっていうか階段になっています。暑い。ちょっとクラクラすると落っこちそう。よいしょよいしょ。こんな感じで手すりは一切ありません。だから足元見ながら注意していきます。ピラミッドの石の大きさは下側が大きくて、上に行くに従って小さな石になっているといったわけではなくて、大小の石をバランスよく積み上げているようです。多分そのことで強度が強くなっているんでしょうということでした。こちらはカフラー王のピラミッドです。クフ王のピラミッドの横には崩れてはいますが、こちらで1つ、2つ、そして3つのピラミッドがあります。3大ピラミッドが見える場所でピラミッドをつまんでみたり、手の上に乗せてみたりと撮影を楽しみ、最後はラクダとの写真も撮りました。9基の
ピラミッドを見ることができる素敵な場所で昼食をいただきます。こちらではコース料理になっていて、ご覧いただいているお料理が次々と運ばれてきます。どれも美味しかったのですが、先ほどクフ王のピラミッドに入場した際、大量の汗をかき、ちょっと熱中症気味で食欲がなく、ほとんど食べられませんでしたが、初めていただくお料理もあって、皆様と談笑しながら楽しい時間を過ごしました。9基のピラミッドを見るためにテラスに出てみます。はっきりと見ることができるのは6基ですね。ちょっと拡大してみます。左から1基、2基、3基、4基、5基、6基、そして小さいですけれども7、8、9基になります。素敵な景色を前に記念撮影をしました。午後からは大エジプト博物館へ向かいます。2025年11月にオープンしたばかりで、王墓から発見された副葬品などが展示されています。まずは博物館前のオベリスクに向かいます。こちらのオベリスクは吊られた状態なので、底の部分を見ることができます。実際にはロープが張られているので真下には行けませんが、手を伸ばしてスマホで撮影してみると、このようにラムセス2世のカルドゥーシュを見ることができます。博物館に入ると一番先に目に飛び込んでくるのはラムセス2世の巨像です。左足を少し前に出し、両手を握りしめて前を見つめる姿が凛々しいですね。こちらでもアブ・シンベル神殿同様、年に2回ラムセス2世の顔に太陽が当たるように壁に窓を開けているそうです。別当にはクフ王の太陽の船があり、これがピラミッドの横に埋められていたなんてびっくりです。釘を使わずレバノン杉の板を縄で縛り合わせて作られているそうです。お隣には第2の船の復元プロジェクトが進行中で、骨組みが組まれています。また発掘当時の様子がパネルで紹介されていて、日本の有名な先生のお顔も拝見できました。本館には幅の広い大きな階段があって、ラムセス2世、ハトシェプスト女王、トトメス3世の石像や他の神々の石像も並んでいて見応えがあります。階段横にはエスカレーターがありますので、登りながらゆっくりと見ることもできます。博物館の入り口には日本語の表記もあります。フロアは12のブースに分かれていて、たくさんの副葬品が展示されています。代表的なものだけ紹介していきますね。こちらはカルナック神殿で見つかったアメンラー神と妻のムト女神の巨像です。今見つかっているものをつなぎ合わせているそうです。一番人気はやはりツタンカーメンのブースです。ここだけはゆっくり止まって見ることはできない場所です。ツタンカーメンのミイラはこの黄金のマスクをかぶり、マトリョーシカ状にこちらの棺に入って、さらにこちらの棺に入って、
さらにこちらの棺に入っていたそうです。そして人型の棺をこの厨子に収め、次にこの厨子に収め、次にこの厨子に収め、一番外側の厨子にはブルーの色付けがされています。このようにツタンカーメンは大切に守られて埋葬されていたようです。黄金のマスクはガラスケースに入っているので、前後の映像を同時に写すとこのような写真が撮れます。行かれる予定のある方はぜひ挑戦してみてくださいね。私はお友達が撮った映像をいただきました。ツタンカーメンが使っていた黄金の椅子や数台展示されていましたが、戦車も独特の形があって見応えがあります。ツタンカーメンの王母を見つけるきっかけを作ったフセインさんが王母から出土したばかりのネックレスをかけた写真がありますが、それがこちらのネックレスです。こちらの大博物館には滞在時間が4時間あって、2時間弱の自由時間があったので、他にもたくさんの副葬品を拝見しました。日本語表記もあり、とてもわかりやすかったです。一通り駆け足で回って夕食会場へ向かいます。夕食の前にツアーの締めくくりの会が催されて、パピルスの紙に書かれた謎解きツアーの終了証やアンクが描かれたトートバッグをいただきました。この謎解きツアーでは、翌日に行く場所に対してその考察を当日の朝までに出さなくてはいけなくて、毎晩頭を悩ませてレポート用紙に小さい字で目いっぱい考えを書き綴ってみたのですが、なんと上位3名に選ばれてびっくりです。じゃんけんぽい。まさか最初はじゃんけんぽい。あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。じゃあ買った方からどっち以外ですか？右、左、真ん中。わかんないから右。触らないから右ね。はい、じゃあまずこちらの方どうぞ上げてみてください。何が入ってるのか。なんだろう。ピラミッドの置物。欲しかったね。ね、なんか絵が描いてる。はい、おめでとうございます。はい、次の方、こちら。はい、じゃあ、見てみましょう。中身見てください。どんなもの入ってるのか。お、ツタンカーメンの置物です。もう一つのプレゼント見てみましょう。はい、どうぞ。ずいぶん軽いですね。そんなこと言わないでください。思うもすごい。はい、袋の中に袋。大正解だ。石だもんね。袋の中にまた袋。ツタンカーメンと同じですね。あら。何がまた袋。紙袋ね、今度。なんと金のペンダント入ってます。すごい。ありがとうございます。
皆さんいろいろありがとうございました。ありがとうございます。ツアー最後のお食事をいただきます。今回は仲良くしていただいたご夫妻とお一人参加の方と一緒に楽しく歓談します。じゃあお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。今回のツアーは朝が早いことが多かったので、ゆっくり寝たいねなんて話が出たり、ご一緒したご夫妻は世界一周の旅の続きに向かわれるとのことで、いろいろなお話を伺えて、今後の旅の予定を立てるのに参考になりました。仲良くしていただいたご夫妻とはここでお別れです。素敵な世界一周旅を楽しんでくださいね。エジプトでの素敵なサンセットの見納めです。素敵ですね。カイロ空港に到着し、お世話になったガイドのアジさんと記念撮影をし、チェックインを済ませて空いているラウンジで一休みです。お腹は空いていませんが、喉が渇いたので飲み物をいただきます。エジプト航空 MS964 便0時55分発の搭乗が始まります。今回のシートは、バルク席を使わせていただいてますけれども、この方がね、膝が伸ばせたり曲げたり動かすことができるので、もう疲れ切って今膝がちょっとやはりまだ歩きすぎると水が溜まったようにブヨブヨなってしまうので、今回もバルクシートを使わせていただいて感謝していますが、ここのバルク席のところはお手洗いが4つあって頻繁に人の出入りがあると思うので、なかなか眠れないかなとは思いますが、もう徹夜とか、2時間しか寝ていないとか、本当に睡眠時間が今回の旅でもものすごく少なかったので、成田に戻るこのエジプト航空内ではゆっくり寝たいと思います。あと20分ぐらいで出発です。最後成田までの旅を楽しみたいと思います。私は離陸の瞬間が一番好きなのですが、眠ってしまっていて全く気がつかず、お食事の時間で起こされた時には自分が寝ていたことすら理解できなかったです。恥ずかしいですよね。お食事には今回ビーフを選びました。美味しいです。インゲンとコーンがなんかちょっとピリ辛のソースであえてありますが、美味しいですよ。牛肉も、しっかり煮込まれているのでとても柔らかいです。これはデザートのチョコレートケーキみたいです。甘いです。でも疲れてるから美味しい。結局
離陸がいつだったかも分からず、座ってしばらくしたら寝てしまったので、私の大好きな離陸の瞬間を睡眠によってなんか体感できなかったのはちょっと残念ですけど、もう気がついたら食事の時間に近くなっていて、先ほど起きました。もうこれを少しいただいたら、もう全部は食べられないので、少しいただいたらもうすぐに休みたいと思います。それでは早速いただきます。こういう機内食で初めてワッフルを頼んでみましたけど、ワッフルもパンも同じ炭水化物なのに、こんなにたくさんの炭水化物が出てくるっていうのはいかがなものかと思うけど、パンを食べずに今回はワッフルをいただきたいと思います。もう疲れてるから本当に甘いものが美味しい。これは無糖のヨーグルト。甘くない、全然。こちらがフルーツの盛り合わせです。フルーツ一番美味しい。あと日本まで1時間26分とのことです。星たちが空を埋め尽くし、月が水面を照らしてる古代の王が見た景色もきっとこんな夜もうすぐ到着です。着陸します。離陸は寝ていて分かんなかったので、着陸だけは起きています。ゆっくり休めました。快適な、飛行機旅でした。成田空港到着しました。これから荷物を受け取って帰ります。ツアー参加者の方々にご挨拶をして成田エクスプレス乗り場へ急ぎます。5泊8日エジプトの旅を終えて、今家に帰るために成田エクスプレスに乗っています。今回も小さい頃から憧れていたエジプトでしたので、もう行く前からとても楽しみにしていたんですけれども、想像以上に素敵な場所でした。また一人にツアーで参加するということでまたドキドキしましたけれども、トルコの時と同様に本当に素敵な方たちに囲まれて、寂しい思いを一つもすることなく、和気あいあいと楽しい時間を過ごすことができました。楽しすぎて撮影なかなかすることができなかったりした部分もあるんですけれども、本当に楽しかったです。こういった一人参加のツアーにハマってしまいそうです。歩くことがなければ夫と一緒に行ったりとかしますけれども、いろいろなツアーをこれから、楽しみたいなと思うような楽しさでした。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。